ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、現在ロシア軍が多用している突撃戦術。これによってどれだけの成果が得られているか、そしてどれだけの犠牲が出ているかについて取り上げていこうと思います。しかし、成果がどれほどかといった話をしましたが、そもそも論として冬になってからというものの戦線は膠着しており、全体の戦況地図はほとんど書き換えられていません。ですから最初に結論を言っておけば、ロシア軍による突撃戦術は戦略レベルにおいては全くの無駄です。しかし、全くの無駄と言えるこのような作戦によって多くの人命が失われ、そのことからロシアがどのような価値観を持ってこの戦争に挑んでいるかがよくわかる出来事だと言えます。それでは今回ご紹介する記事は、ロシア軍全体の戦死者数、その数については実態が不明のため、ロシア軍の傭兵部隊ワグネルにおいてどれだけの人員、どれだけの兵士が命を失っているか、関連記事を見ていこうと思います。使い捨ての突撃兵、ワグネルの過酷な戦術、ウクライナ諜報で明らかに。ウクライナ東部におけるロシアの攻勢で、使い捨ての歩兵となっているワグネルの戦闘員。だが、CNN が入手したウクライナ軍の諜報文書からは、バフムート周辺のワグネルがいかに効果的な部隊かが浮かび上がる。そして、彼らを相手に戦うのがいかに難しいかも。ワグネルはロシアの新興財閥、オリガルヒのプリゴジン氏が経営する民間軍事会社だ。プリゴジン氏は、このところ前線で非常に目立つ存在となっており、ロシア軍が前進すれば、すかさず自らの功績だと主張する。ワグネルの戦闘員は、バフムートの北東数キロにあるソレダルや周辺地域の奪取作戦に深く関与した。ウクライナ軍の報告書は昨年12月のもので、ワグネルが近接戦闘で類を見ない脅威になっていると結論。死傷者数は膨大だが、ワグネルの兵士が何千人死亡しようと、ロシア社会には関係ないと指摘している。突撃部隊は命令なしでは退却しない。無許可でチームを退却させたり、負傷せずに撤退したりすれば、その場で処刑されうる。ウクライナの情報筋が入手して CNN と共有した電話の傍受記録からも、戦場での情け容赦ない姿勢が浮かび上がる。傍受記録の一つでは、兵士の一人がウクライナ側に投降しようとした別の兵士について言及する声が聞こえる。ワグネルの関係者は彼を捕まえ、局部を切り取ったと、この兵士は語っている。負傷したワグネルの戦闘員は、戦場に何時間も放置される場合が多い。突撃砲兵は自分たちで負傷者を戦場から運び出すことを許されていない。彼らの主任務は、目標達成まで突撃を続けることだからだ。突撃が失敗しても、撤退は夜にしか許されない。ウクライナの報告書によると、ワグネルは十数人以下の機動部隊で戦力を展開。ワグネルによって数万人規模で採用された囚人たちは多くの場合、攻撃の第一波を担う。最も大きな損害を被るのは彼らで、ウクライナの当局者によると、損耗率は8割に上る。その後、熱線映像装置や暗視装置を装着した経験豊富な兵士たちが続く。ワグネルの兵士は陣地の奪取に成功すると、家宝の支援を受けながらタコ壺を掘り、獲得した陣地を固める。プリゴジン氏は、ロシア軍にとって数ヶ月ぶりの戦果となったソレダルや周辺集落の制圧をめぐり、ワグネルの戦闘員の功績だと繰り返し強調。ワグネル以外の部隊は、ソレダルへの攻撃に関わっていないと主張する。ワグネルが攻略したんだと自らの功績として発表したのがソレダルです。ソレダルとバフムトの位置関係はこの地図で示した通り、バフムトの北にソレダルがあります。ちなみに去年12月の戦況マップがこちら。この時点においてはバフムトの戦況地図だけを皆さんにお見せしましたが、この時はその北のソレダルについては話題にしませんでした。その頃はまだソレダルはウクライナ軍の陣地であり、今年に入ってからロシア軍の手に落ちてしまったのです。こちらがソレダルの街の風景。ロシア軍による無差別攻撃によって街は完全に瓦礫の山と化してしまいました。もはやこのような状態では守るべき市民は全くどこにもいないような状況になっています。しかし、このような攻撃はこの町だからというわけではありません。他の町においてもどこでもそうなのですが、ロシア軍は日常的な行為として無差別攻撃を繰り返しており、そのために住民はほとんど報道機関の目に触れることもなく亡くなってしまうことが多発しています。ロシア軍による攻撃を跳ね返し続けるバフムトですが、そのバフムトも無差別攻撃の対象となっており、激しい攻撃にさらされているのが日常化しています。では、
本命視していたバフムト攻略が未だに成功していない状況の中で、一体どれだけの兵士が失われたのか、ワグネルの部分だけを見てもこのような記事が出ています。ワグネルの囚人戦闘員5分の1に激減、遺族には空の棺が。ロシアのジャーナリストによると、ロシアの民間軍事会社ワグネルグループの一員として、ウクライナと戦うために雇われたロシアの元受刑者のうち、前線に残っているのは5分の1に過ぎないという、囚人擁護団体を率いるロワノワ氏は、慈善団体プロジェクトが公開した YouTube 動画の中で、プーチン大統領の盟友プリゴジン氏が率いるワグネルが、昨年末までに4万2000から4万3000人の囚人を動員したと語った。ロマノワ氏はまた、動員された元受刑者は5万人を超えた可能性が高いと、ラトビアを拠点とするロシア語・英語のニュースサイトメデューサで述べた。だが、その約5万人の戦闘員のうち、前線で戦っているのは1万人だけで、残りは全て殺されるか、行方不明になるか、脱走するか、投降したという。プリゴジンは、行方不明や脱走した元受刑者について記録を取っておらず、事実かどうかに関わらず、そうした戦闘員を死んだものとみなしているとも語った。ワグネルの行った人海戦術は、要塞化されたバフムトに対しては有効とは言えないものでした。少なくとも何ヶ月も都市攻略が成功していない以上、これは失敗していると言えます。ただし、人海戦術を用いたこのような戦い方というのは、ウクライナ軍にも消耗を強いています。例えば、兵士たちが突撃してくるなとなれば、これを迎え撃たなければなりません。迎え撃つということはどこに兵士がいるか、もしくはどこから砲撃するかといった情報がロシア側にバレてしまいます。ですから、おとりになった兵士たちを砲撃すれば、それをもとにしてウクライナ軍の砲撃陣地にまた攻撃が行くし、かといって突撃してくる兵士を見逃すようなことをすれば、ウクライナ軍の陣地にまさに肉薄してきて、より被害が広がってしまいます。しかも厄介なことにこうした囚人兵たちを使い捨てにする一方において、先ほども述べたような遠距離攻撃をする部隊はそうそう簡単には被害が出ませんから、彼ら自身はベテラン兵として経験値をどんどん積んでいってしまうのです。それゆえに消耗戦から逃れることがなかなか難しい状態になっています。また、このような人海戦術がバフムト以外の場所においては成功してしまったというのも一つ事実としてあります。記事にもあったようにソレダルの町は落ちました。大きな町ではありませんが、しかし前進できたこともまた事実であり、ワグネルは自分たちの功績だとこれを誇っています。ただし、このような功績をいくら誇ったところで、戦争研究所は犠牲者が膨大になってしまうこの現状から、ワグネルグループの戦闘力はもはやピークを過ぎただろうと分析しています。そもそも論として囚人兵を集めてきて、これを大量に戦場に突っ込んで5万人動員したうち4万人がもうすでに戦死かもしくは死傷して前線から離れているとなれば、同じような戦術をこれ以上続けるのは無理があるのは間違いありません。ワグネルが集めた人たちは基本的には凶悪犯の人たちですから、自由剥奪15年20年などといったレベルで、この先もずっと刑務所にいなければならないなというのをある程度分かっているからこそ、死の危険というものが分かっていながら戦場に来ることを了承した人たちだと考えられているからです。こういった価値観を持った人たちがまだまだ刑務所にいるとはちょっと考えられないわけです。またソレダルの町を落としたからといってそれによって一気に戦線が崩壊しているわけではありません。むしろソレダルの町の部分が突出しているわけですから、ウクライナ軍からの反撃も非常に遭いやすい状態にあります。ただウクライナ軍としてはソレダルの町が落とされてしまったことにより、バフムトのその北の部分についても守りを固めなければいけません。一方においてロシア軍はバフムトを直接攻撃するのは非常に困難だという状況が続いていますから、じゃあそれ以外の周りを固めようとして、現在であればバフムトの南側をなんとか攻めようとしています。北のソレダルをなんとか維持し、そして一方において南の方を突き崩すことができれば、バフムト自体を落とすのではなく、バフムトを囲む形でなんとか包囲戦を成功させようとしてくるでしょう。そういった意味では東部戦線においてバフムト攻防戦はまだまだ激しい戦いが続くこととなります。そして気をつけなければならないのは、現在のところロシア軍は何かしらの形で大規模攻勢をかけてくるだろうと言われています。このようにして言われる理由というのは何といっても、
欧米から提供される戦車が続々と到着するのが早くても3月下旬から4月という時期が判明しているため、それまでになんとかある程度ウクライナ軍を押し込んでしまいたいという考えがあるからです。その時に最も警戒されているのが人海戦術です。今回紹介した記事はワグネルの人員損耗率で突撃した兵士たちの8割程度が死ぬだろうという話になっています。ロシアの正規軍もこの作戦を採用し、動員された兵士たちを一気に前に押し出してくれば、凄まじい圧力になります。たとえ戦死者が8割に上ったとしても、それで前線を押し上げることができれば、プーチン大統領は何ら問題視しないでしょう。そこがまさに価値観の違いで最も恐れなければならない部分です。私やもしくは動画を見ている皆さんからしてみれば、兵士たちが次々と亡くなることを前提とした作戦を戦争指導者が行うというのはまさに悪夢です。しかし、プーチン大統領は、そのような人海戦術によって兵士たちが亡くなることを前提として、すでに追加動員や軍隊の人員枠組みそのものを拡張することを発表しています。ですから、人海戦術を用いて大規模攻勢をかけてくるときというのが、まさにウクライナ軍にとっての一つ正念場となるわけです。突撃してくるんだからこれを迎え撃たなければならない。そして迎え撃つということはそれ自体がまたロシア軍からの遠距離攻撃を招くこととなり、ウクライナ軍も消耗戦に巻き込まれてしまうという危険性をはらんでいるわけです。ロシア軍の用いている人海戦術には褒められるべき点など一つもありはしないわけですが、しかし同時に実際に行われた側としては、それによって失われる人命もまたおびただしいものとなりますから、独裁者による戦争というものはどれだけ相手にすると危険かということを私たち日本人も学ぶことができます。そして私たち日本人が直面している独裁者というのは北のロシアだけではなく北朝鮮や中国といった国もまさに独裁政権による戦争指導が行われる危険性のある国です。だからこそウクライナは決して無視すべきではない、私たちが教訓にしなければならない出来事が今まさに現在進行形で起こっている場所だということをぜひとも関心を持って見てください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。